こんにちは、おさゆです。今回は大阪梅田のお一人様にもおすすめなグルメを5つご紹介します。女性が一人でも入りやすい雰囲気のお店もあるので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。まず最初にご紹介するのは、グランフロント大阪南館の地下1階に入っているカフェ&ラーメン人麺。関西のラーメン好きで知らない人はいない南方の人類みな麺類が手掛けるラーメンとカフェが楽しめるお店です。まずこちらで注文をするんですが、少し店内をぐるっとしてみます。ラーメン&カフェというコンセプトなこと、店内のおしゃれな雰囲気がすごく女子好みです。以前訪れた時は女子会で、ランチの後に小腹が空いてこちらにミニサイズのラーメンを求めてやってきて、そのままお茶をして居座りました。本当にお気に入りのお店です。ラーメンのメニューとカフェのメニューがあります。昼食後だったのでミニサイズを注文。前回訪れた時に3種類とも食べたんですが、2つ目のゆず担々が特にお気に入りです。ウォーターヌードルのメニューでお願いします。以上でよろしいですか？はい。ビルを受け取り席で待ちます。前回は土日の15時頃、今回は金曜日の18時頃でしたが、どちらも席を悩めるくらいに空いていました。地下に入っているお店なので、冬は風が全く入ってこないことがすごくありがたいです。ミニのウォーターヌードルでございます。ごゆっくりどうぞ。ウォーターヌードル500円。人類みな麺類を手掛けるうんちグループならではといったお見立てです。スープは少し濃いですが、旨味が強く癖になる美味しさです。ちなみに私は人類みな麺類のファンではなく、重曹のクソ親父と中之島の世界一暇なラーメン屋の大ファンです。続いて少し場所は離れて、阪急のかっぱ横丁の中にある一人焼肉のお店をご紹介します。一人カルビ1965、ワンカルビの会社が経営しています。日曜日の11時半、待ち時間なしに入れました。某人気一人焼肉チェーンよりも価格はやや高めだが、肉質はいいとの口コミを複数見つけました。やや高めといっても十分に安いです。2人組が多かったですが、女性のお一人様もいて、私も一人で何の問題もなく楽しめました。カウンターはお隣との距離は少し近いですが、店内は暗めで落ち着いた雰囲気です。席ごとにレモンサワーのドリンクサーバーが設置されていて、1時間800円で飲み放題です。こういう粋な計らい、大阪らしいんですよね。ハラミ定食1100円。お値段の割にボリュームがすごくてびっくりしました。スープだけちょっと辛めでしたが、付け合わせもつけだれもすごく美味しかったです。ご飯もおかわり自由で食いしん坊にはありがたいです。どうしてもタンが食べたくて上塩タン490円も注文しました。2切れからあるのも激アツです。ハラミは1センチの厚みがあるのにすごく柔らかくて美味しかったです。つけだれもべったりつけても邪魔をしない絶妙な旨だれでした。ハラミ定食1100円。上塩タンとジンジャーエールを追加しても1870円。大満足の幸せご飯でした。続いてまた少し場所は離れて、大阪駅前第3ビルの地下2階に入っているおうどん屋さんをご紹介します。同じく地下2階にあるうどん坊というお店の大ファンで何度も訪れているんですが、今回は新規開拓してみました。踊るうどん梅田店。テレビで紹介されていて冷たいのが美味しくて、天ぷらは舞茸のみという情報がすごく魅力的で訪れてみました。土曜日の8時頃、周りの居酒屋さんはにぎわっていましたが、待ちなくスッと入れました。お一人客が多かった印象です。
生醤油うどんとぶっかけうどんと悩みましたが、お出汁を感じたくて舞茸天ぶっかけを大盛りで注文しました。大盛りはプラス200円かかったこともあってか文句なしの大盛りでした。麺はきしめんのように少し平べったく、もちもちでコシがあってものすごく美味しかったです。星5つ。舞茸天も美味しかったんですが、やや脂っこいかなと思いましたが大満足です。第3ビルでお気に入りのうどん屋さんが1つ増えました。続いて西梅田駅近くの超お気に入りのしゃぶしゃぶの美味しいお店です。西梅田駅 4B 出口を上がり、横断歩道を渡ってすぐの場所にあります。こちらは一人で訪れたことはないんですが、カウンター席もあり、女性のお一人様もよく見かけるのでご紹介します。しゃぶ亭西梅田店。立地がよく芸能人のサインも多く予約必須の人気店ですが、リーズナブルな価格設定です。この日初めてランチで訪れたんですが、お昼はご飯とお漬物がついた定食になっています。いつもお肉の量はシングルで満足できますが、シングル、ダブル、トリプルと選ぶことができます。豚も牛も食べたくて特製ミックス定食2035円を選びました。夜は最後におうどんとつけ汁がついてきて、これがすごく美味しいんですが、お昼は野菜の下に少しだけでつけ汁は別で注文とのことでした。こちらお肉の秘伝のごまだれ、すごく美味しいので感動すると思います。追加で注文した大好きなおうどんです。メニューになかったので定かではないんですが、合計額から計算すると275円でした。ちょっと安すぎるので違うかもです。太麺でもちもちで、つけ汁も本当に美味しいので、お昼に行かれる方はぜひ追加で頼んでみてください。最後は超人気のたこ焼きテイクアウトのご紹介です。場所は JR 高架下の新梅田食堂街。店頭にもさっと食べれるカウンターの立ち食いスペースがあります。大阪の有名たこ焼き店花だこ。いつ行っても大行列です。土曜日の9時過ぎ、高架の柱を一周するくらい数えきれない人が並んでいました。この日は近くのホテルに宿泊予定だったので、寒い中気合で一人で並びました。30分以上かかっちゃったのかな。わかりました。30分以上かかるとは聞いていましたが、結局45分並びました。寒いし一人やしでなかなか辛かったですが、それでも並んだ甲斐のある素晴らしく美味しいたこ焼きでした。少し半生な感じのとろとろ生地で、だしをしっかり感じる関西らしい美味しいたこ焼きでした。ぜひ訪れてみてください。1月某日、梅田の地下街にあるディアモールですごく可愛らしい空間があり、思わず足を止めてしまいました。アーリースプリングとのことなので、春先までやっていそうです。地下から駅ビルや北新地の方に向かうと出くわすと思います。こちらの可愛い空間の映像で本日の動画は終わります。この動画が良かったよと思ってもらえたら、高評価やコメント、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後ま
までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。